どうも、あかねちゃんやで。今日は、ルシファーハード、水部門やっていくで。水パワー、全属性でも屈指の簡単さやから、初めての人にもおすすめの属性やで。ほんとかな。ルシファーの力は圧倒的だ。創世以来の全存在を超越するだろう。でからはい、というわけで9分クリアやな。10点集1の美形、カトル様にかかればこんなもんですわ。完全に、団員と水キャラのおかげだよね。はい、ごめんなさい。調子乗りましたわ。あとお姉ちゃんに任せると、話が、ネタの入れすぎて合戦しかしないので、私の方で目次を用意しました。動画説明欄に各パートに飛べるリンクも貼りますので、一部だけ見たい方はご利用ください。うちの妹、有能すぎひん。そういうのいいから。動画時間伸びちゃうから。ルシファーのギミック解説については、完全版を別にアップしていますので、よければそちらをご確認ください。リンクも貼っておきます。ルシファーの説明だけで10から20分かかってまうもんな。次に推奨するキャラと石についてです。取得難易度が高いものから配布までいろいろ検討してみたので、ぜひご参照ください。最後の立ち回りについては実際の動画から重要な場面を切り出して一つずつ解説していきます。目次は以上。ほなインクド不動のスタメンはこの3人。相性良すぎてもはやテンプレ化してるよね。中でも優秀なのがエウロペ姫。このニアビを使うことで全ターン 100% カットできるようになるんや。逆になんで 100% カットしづらいかというと、ルシファーはランダム属性で攻撃してくるからなんよね。神は落ちる。結論の出た議論に興味はない。ところがぎっちゃん。エイロペニアビを使えば全部非属性に変換できるから。ごきげんよう。高級カバンや SR カバンとバランクスを使えば 100% カットできるわけやな。やったぜ。そしてそうなると欲しくなってくるのが属性カットの枚数。高級カバン3枚ある人はええけど、そんなに持ってる人はそうそうおらんやろ。 SR カバン3枚だとステと属性バフ的に火力がだいぶ落ちちゃうもんね。そんなあんたにリリーなわけや。1アビで属性カット2ターンできるから、カトルのアビ延長も入れれば 100% カットのループ完成や。詳しく説明すると、カーオンのカットが3ターン、これをカトルで延長して4ターン、 SR カバンが3ターン、リリーで2ターン、これで合計9ターンですね。そして1対 CT の長いカーオンが9ターン間隔なので、これで無限ループができるわけです。もちろん高級カバンと SR カバンの比率は自由やで。そしてここでポイントなのですが、エウロペのサポアビにより属性バフがブーストされるので、無凸でもいいのでカーオンある人はぜひ採用してみてください。属性カット 30% だけやけど、逆に言えば 30% あればファラと合わせて 100% カットできるもんな。これでルシファー絶対倒す三十字のシナジーは伝えられたやろか。でもこの3人のルシファーに対する殺意はまだまだこんなもんやな。他キャラについても後で解説しますね。まずはカトルやな。奥義でスローと戦隊の加速が行えるで、世界一美形な四天神と言われるゆえんやな。いや、聞いたことないけど。続いて1アビ、こいつがクセモンでな。ランダム弱体効果の中にスローがあるせいで CT 調整が崩れるんよ。パラダイスロストしちゃう。1アビ使うときはスロー出ても大丈夫なタイミングで使うんやで。続いて要の2アビ、何が偉いって、まずグラビティが全体なのが偉い。羽倒すまで両方の CT 遅延させたいもんね。さらにはルシファー戦で超重要な各人レベルを下げられるディスペルを搭載。3アビでさっき言ったバフの延長もできるし、便利すぎやんな。さながら欲張りセット。グラブル界のスマホやで。美しい。それに加えて4アビではアビリティの連打が可能になる。ディスペルの枚数を水増ししていくで。4アビのバフは永続消去不可なので、ディスペルをストックしておくことも可能ですよ。実際に4アビでどれくらいアビ連打できるのか見てみようか。お試し条件は無属性トライアルを相手に永続のエウロペにアビバフ、相手へのデバフはなしで行っています。防御値的には防御加減のルシファーハードと同じやな。アビ全部を使えばこれだけで600万ダメージやで。火力が心もとないシーンでもこれで1000万チャレンジ突破できちゃいます。カトル最高か。いいぞこれ。続いてはコリ。ごきげんよう。エウロペ様です。エッチなのは。いいぞ。なおルシファー戦で採用されるのは
通常版です。大いに全体 TA20% アップ。前に話したニアビは属性変換の他に全体別枠 15% 更新。しかも実質永続。3アビも強力な単体バフで隙がなく、さらにはサポアビで最大 1.5 倍まで火力伸ばせるので、完全に回復タイプの皮をかぶった。それ以上はいけない。停牌されるで。いや、停牌されてもええかもな。一応エウロペ様の栄誉のために言っておくと、ちゃんと最大4000の回復できるアビを備えています。そしてスタメン最後の一人はグラブル史上最初のガチャ SSR キャラにして現環境最高峰の水キャラやで。サイゲのそういうところ好きです。2019年7月の古戦場でも大活躍やったもんな。そんなリリーの強いところといえばやはり1アビの春風効果です。これはリリー独自の強化バフで相手の特殊技特殊行動に反応して自動で2400回復とクリアオールを3回行ってくれます。3アビ自体もカウントすればほぼ8ターンごとに1万回復とクリアオール4回してくれる怪物級ヒーラーやで。あとはどこかのニュルオチに圧倒されとるけど優秀な累積デバフを搭載したニアビもある。ニアビはダメージソースにもなるし扇火力も 1.5 倍にしてくれる。氷結効果中の敵に対してリリーは扇火力を増すギミックです。加えてサポアビで承知 1.3 倍の火力。あれもしかしてこれリリーも逃げるんだよーさーき回復タイプってなんなんやろな。続いて上記3人がいない場合のおすすめキャラです。完全無課金ならこんな感じやるか。ルシファー戦においては防御回復手段を潤沢にするのが大切やから、ウーノの 100% カットやバリアは間違いなく優秀。火力も出せるしおすすめや。ラブライブ2年生もディスタルや回復含め優秀なサポートキャラです。他の防御要因としてはこの3キャラが候補に上がるで。ルシファーは単体技が多いから何気にヨタ G のカバー回避はぶっ刺さりなんよね。アンやイングベイの防御は 100% カットではないので若干自利品なのに注意です。ただ通常攻撃も含めて軽減してくれるからその点は優秀やな。ルシファーは通常攻撃のダメージの対策も大切ですからね。あとイングベイは瞬間火力も出せるからそこも評価点やな。そしておすすめキャラ最後の3人はこちら。情報修正を受けたランちゃんも疑似カバー回避できて優秀ですね。マキュラも何気に回復とスローを備えています。条件揃えば2連スローになるのが優秀やな。あとディアンサもサポート兼ヒーラーとして優秀なんやけど奥義でダメージ打線から1000万試練が少し厳しくなるかもしれへん。以上をまとめるとエウラペとカトルは持っていれば最優先で採用。リリーはエウラペがおらんと属性カットが機能しないのに注意やな。あとは足りない枠におすすめしたキャラを入れてみてください。カトルとウーノは確実にお迎えできるからキャラ足りない人は優先して取得すべきかもな。ちなみに水賢者もルシファーで活躍できるそうです。いつか加入させて使ってみたいな。水賢者に関しては完全にエアプやからルシファーで使ってみた人はぜひコメントで感想を教えてな。続いては召喚石についてです。石はキャラよりも優劣はっきりしとるから5段階評価に分けてみたで。ちなみにメイン石についてはバルナでもリバでも大丈夫やで。どっちでも HP 盛れるし必殺で1000万試練突破できますからね。ではまず召喚石最優先候補からの 100% カット編成組むなら火弾系は間違いなく2枚入る。ループの必須条件ですね。他のサブ石筆頭としては4凸デュポンやな。CT 全リセットと全体ボンバは優秀すぎますね。ルシファー戦においてはどんな苦境にあってもデュポさえ召喚すればなんとかなる。あとデュポは合体召喚で仲間にも渡せるので2度美味しいです。無凸だと全体ボンバはできんけどそれでも星4評価やな。恐怖のパラロスから2人の命を救えますからね。残る星4評価の石はこいつらや。ゴトツバハは1000万試練、ゴトツルシは回復、そしてバハもルシも捨て乗れるのも魅力やな。続いては黒キリン。全アビリティの CT を回復するというエンドコンテンツの用達な性能をしています。黒キリンが活躍する理由とはルシファー戦においてはスパルタ6人でファランクス回すのが基本になるわけやけど途中で HP 維持できなくなったり CT 調整ミスやトリガー受けできつにターン回せなくなる人が出てくるんよね。ファランクス撃てません。こういうファラもらえない場面でも
一人で動けるようにする保険になるわけや。ファラとかバウ、エウロペニアビがあれば、3から4ターンは単独で動けますからね。アテナや七聖剣の力を借りれば5ターン動けて、ファラ2発目も見えてくるで、その間にテュポ投げてあげたり、ブレイクまで持っていってあげれば、動けなかったメンバーも助かる場面が多いと思います。黒キリンは、水パで使えば、チームのレスキューになるわけやな。そして、星4最後の推しはサテュロス。累積デバフの効果時間更新はもちろんのこと、別枠の累積バフが遠足なのはすごすぎますね。合体召喚決めた日には気持ちよくなりそうやな。しかも、ルシファーのディスペル技は多くないから、結構維持できるで。長期戦には、グザリと刺さる性能してますね。星3以降は、ざっくり解説でいきます。合体召喚できるものとしては、エウロペとアテナが優秀やな。2キャラ復活と、30% カットが弱いはずがないですからね。アテナは、ファラと合わせて元祖 100% カットや、水パの場合、ずっと 100% カットできるので、自分で使うというよりは、仲間のための採用ですね。そして、合体召喚できない枠としてはウーリュウやな。火力出したい時に、いつでもフルチェさせてくれるのは、やっぱりありがたいわ。最後に、星2でおすすめするのは、配布の石です。C2 も騎士くんも、近江加速とバフが定期的に行えて便利やんな。こちらも仲間と合体召喚できるのが評価点を高めてますね。あと一応言及しておくと、グリム、ゴブロ、シバ、ミカエルは、別に水パとか見合いませんが、基礎スペックが高すぎるので、他に候補なければギリギリ採用可能です。ミカエル以外は、長期戦で1回しか召喚できないのも痛手ですね。ほな、召喚石については以上や、最後のパート行くで。立ち回りの前に、もう一度武器編成についてやな。水は、神石編成もマグナ編成も必殺あって強いから、とりあえず杉玉とビネット採用しておけば問題ないわ。あとは、HP3 万以上盛れれば、残りは好きな武器でいいと思います。他属性に比べれば、武器のハードルが低いのも、水パのええところやな。メイン武器に関しては、ミルグレスか七聖剣をおすすめするで。奥義で 30% 以上カットしてくれるから、ファラと合わせて 100% カットできるわけですね。リリーと合わせても 100% カットやから、一人で動けるターンも増えるで。カバンの初回 CT 開けるまでは 100% カットループできないので、そこのカバーにもなりますね。そして、いよいよ本番、水の立ち回りについてや。とは言っても、ここまでの解説でおすすめしたものを準備できてれば。水パは、もう買ったも同然や。本当にござるか？じゃあ、実際の水パのルシファー討伐の流れをターンごとに見てこか。まずは、オルポで開幕ダメージのケアやな。リリー・アウロペの回復あるのに、もうオルポ使うの？4ターン目以降は水パはずっと無敵やから、渾身維持のためにも躊躇なく使っていくで。次に忘れちゃあかんのが、開幕、確人レベル下げやな。村引きも兼ねて、カトルのニアビを使うで。そして、最初の2ターンは、普通にファラだけでいける。すると、ルシファーの CT が溜まるから、ここで、七聖剣かミルグレスの奥義、もしくは、カバンをファラと合わせて 100% カットするわけやな。これで4ターン目に入りますね。するとここからは、の 100% カットループが開始するわけや。あれ？まだ、カバンの CT 開けてないわ。早くない？そのための、リリー。70% 属性カット2ターンを、カトルの3アビで延長するで。あ、これで6ターン目まで持つから。せや、カバンの CT が開けてループ開始やで。パート1でも話したように、このループはエウロペの2アビ。火ダメの属性変換を利用したコンボやけど、エウロペ2アビは、被弾に書いて解除ですが、逆に言うと、100% カット続ければ無限ループなので、ループが成立するわけですね。そして、無限ループ成立後の立ち回りだけど、もはや何か解説するポイントある？って感じや。CT 技も HP トリガーもほとんど関係ないもんね。4ターン目以降の水パワー、近所の散歩レベルでリラックスできるで。今日もいい天気。1ポイントも減らない HP。これには、真剣な BGM も無事死亡。まあ、やから水パワー、ルシファー入門には一番の属性やな。一応注意しなきゃいけないのは、強化消去を持つ技ですね。エウロペニアビは消去負荷やからええけど、カバンとリリーの属性カットは消えてまうからな。対策としては、属性カットバグの最後のターンに合わせる。もしくは、カバン、主人公王に向カットを合わせるのが有効や。最悪カットが手なされて次の1ターン火試しても、エウロペのニアビは残るから、そこまで気負わなくても大丈夫ですけどね。羽子 10% トリガーについては、そもそも、火か土の人に踏ませた方が、ディスペルの枚数的に楽やんな。羽子 10% を踏んだプレイヤーは、
本体95、85、60% の HP トリガー免除される特典があるので、各人レベルの管理がとても楽になります。そして、ディスペル技への対策ができれば、あとは、12の試練と、本体 HP25% 以降の立ち回りを残すのみや。早くも、ルシファー攻略の終わりが見えてきましたね。他の属性じゃ高愛感から、水パの特権やな。12の試練での水の役割は、1000万ダメージと、メンバーによってはバラロス受けですね。このうちの1000万ダメージは、必殺と豊富なダメ浴びを持つ水パでは、かなり達成しやすいです。ちな細かい点やけど、リリーは2番手がええな。奥義に属性バフがありますからね。それでも、軽くな心もとない場合は、ごたつば破傷感安定やで。次はバラロス受けですけど、これも、水パだとすごく簡単です。そもそも、バラロスは、バラ貫通、ランダム属性、全体9万ダメージ、の特性を持つわけですけど、水パにランダム属性攻撃は効かんからな。まず属性が確定するやろ。これに、エウロペの 50% 軽減が効いて45000。リリーの 70% カットもつければ、13500。そして、そもそも有利属性なので、ダメージ軽減。さらには、累積攻撃ダウンもあるから、ダメージは5000を切るで。火ダメには、キャラごとの防御値も関わってくるので、簡略的な数値で失礼します。LB でも防御触れちゃう時代やからね。そしてそもそも、カバンも合わせれば 100% カットできるわけやし。リリーとカバンの属性カットは重複する、というわけですね。これでパラロスも完封できるわけや。水パ強すぎ。ただ、リリーとカバンを合わせると、パート1で話した旧ターンループに、最低でも、1ターンの抜けができてまうから、そこは、主人公王やカバー受け対象やな。パラロス受けできるとかっこいいので、水パ担当の人はぜひ挑戦してみてください。そして、ルシファー戦もいよいよ大詰め。最後の HP25% 以降の攻略です。全く減ってない水パの HP が眩しいで、HP25% のかぶり種族チェックは華麗にスルー。ここからは、ターン加速、召喚負荷があるから、100% 買った無限ループが崩れるのに注意やで。カトリのようなアビストックで各人レベル処理ができれば、パラだけでも十分受けられますけどね。ここまで使わなかった回復アイテムもあるしな。そしてここで大切なのは、10% までに軽く出せる準備をしておくことです。10% トリガーのパラロスは、全体ランダム属性100万ダメージやから、カバン召喚できない状態やと、さすがの水パも生き残れないというか、生き残れる属性の方が少ないからな。最後の 10% は軽くで飛ばすのが主流やで。担当者が 10% 踏みに行くと、一度デバフリセットがあるので注意です。デバフを再度かけ直した後に、全員で突撃や。水の場合は、フルチェが一番軽く出るから、そこそこ時速が出る部屋やと、25% 以降は奥義不推奨やな。最後に取っておいたリリーのニアビで軽く持って。行くぞ。これにてルシファー攻略完了やで。最後までご視聴ありがとうございました。もし分かりづらい点などありましたら、お気軽にコメントでご質問ください。また、解説で使用した、ほぼリロなス討伐動画は、ノーカットバージョンを別にアップするので、全ターンの動きを見たい人は、チェックしてみてな。撮影に協力していただいた団員の方々には、深く感謝申し上げます。また、他属性の解説についても追って作成するから、よかったらまた見てくれると嬉しいわ。次回は、ご船長が近い非属性を予定しています。というわけでここから先は、統計上20から 30% の人しか見ていない、余談オブ余談コーナーやで。ということは、ここまで見てる人は、みんなあかねちゃんが大好きなんやな。いや、そういうのいいから、早く本題に入ろうよ。あ、はい。実は、今後のルシファー解説動画の方針についてなんやけど、動画の尺を同じくらいにするのか、短くするのか、また、どの説明を手厚くして、どこを省略するのか、悩んでいるので、アドバイスもらえると助かります。お姉ちゃん的に、編集も試行錯誤してるみたいなので、見やすかった。ここは分かりづらかった。といった感想も大歓迎です。ただ、もうここまで見てくれてるだけでも感謝やから、気にせんでも全然ええで。また、次の動画で会えるのが一番嬉しいからな。それでは、これで余談も終わりです。
みんなのルシファー到達報告待っとるで。頑張ってな。ご視聴ありがとうございました。もし動画がお気に召しましたら、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。いただいた応援に応えられるような動画を作っていけるように頑張りますので。それでは、ぶしつけなお願い、失礼しました。またの動画でお会いできればと思います。